皆様、本日はですね、チンするだけでとっても簡単にできる、ナスとえのきを使った超やべえやみつきえのきナス作っていきたいと思います。はい、今回もですね、この暑い夏にね、ぴったりの料理になってますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで、早速作っていきたいと思うんですけども、まずはこのメインの食材たちではなく、ソースを作っていきます。ソースに使う材料は、長ネギ1/2分の1。よくスーパーで売ってますよね、1/2の1とか。上の部分の方じゃなくて、下の部分の方の長ネギ1/2の1と、ニンニク1かけと、生姜ですね。ニンニクちょっと多めの生姜ぐらいでいいかな。これを、まずは、ブンブンチョッパーでみじん切りにしていきたいと思います。まずは長ネギを適当なね、大きさにカットして、ブンブンチョッパーにポンポンと入れたら、ブンブン。こんな感じであっという間にみじん切りです。そしたらネギは別の器に入れといて、もう同じ容器でいいので、同じソースになるんでね、同じ容器でいいので、ニンニク1かけ。それと、こちら、生姜なんですけども、生姜はいつも通り僕は皮のまま使っちゃうんですけど、気になる方は皮剥いてください。で、目立つこういう、ちょっと汚れたとこ、こういうとこだけは、こういうとこね、とかだけはカットしといてください。僕はもうこんなもんで入れちゃいます。そしたら、こちらもブンブンします。はい、完璧。では早速ね、タレ作りの調味料を入れていきたいと思うんですけども、小さいお子さんがいたりとかしてね、このネギの辛みが気になるって方はもうこの時点で中に入れといてください。僕はね、ネギのシャキッとした食感も残したいんで、タレが出来上がった熱々の状態の時にこちらを入れて、余熱でね、軽く火を通すって感じにしたいと思います。ではまず、醤油。こちらを大さじ2。はい、続いて、こちら、みりん。みりんは大さじ1。続いては、こちら、めんつゆですね。3倍から4倍濃縮のめんつゆです。こちらを小さじ1。そしたら、こちら、豆板醤。こちらは小さじ1/2の1。辛いのが苦手なお子さんがいる場合は、こちらいつも通りお味噌にしてあげてください。はい、小さじ1/2の1。辛いのが好きっていう方は、さらにね、プラスして唐辛子とか入れてもいいと思います。続いて、こちら、甜麺醤。こちらをね、小さじ1。甜麺醤が入るとね、味噌のコクと、あと甘みもね、入ってね、すごく味が深くなって美味しいです。小さじ1。で、甜麺醤がないっていう方は、代わりにまたお味噌を入れてあげてほしいんですけど、プラス甘みもね、少しプラスさせてほしいので、今回砂糖小さじ1入れる予定なんですけども、甜麺醤じゃない場合は小さじ2入れてあげてください。続いて、砂糖小さじ1。で、続いてこちら、お酢。こちらを大さじ1。お酢、大さじ1。で、お酢入れるんですけども、加熱することによって、尖った酸味がね、まろやかな酸味になるんで、そこまで酸味がね、きついっていう感じはないと思うんで、お子さんでも大丈夫だと思うんですけども、もし気になる方はお酢なくても十分美味しいです。ただ、お酢が入るとね、やっぱこの時期ね、よりさっぱり食べられるので、おすすめだと思います。で、最後に、これはね、隠し味なんですけど、もしあればで大丈夫です。最近よく出てくる、ナンプラー。こちらをね、小さじ1入れてあげてください。もちろんなくても十分美味しいんで、もしあればで、いつもね、僕たちの動画見てくださってて、お持ちの方は入れてみてください。やっぱ旨味がね、すごい強くなるんで、美味しいんですよね。はい、これでよくかき混ぜたら、特製のやみつきだれ、完成でございます。そうしたら、ソースに使うえのきカットしていきたいと思います。はい、この石突きの部分だけ取ってあげて。で、えのきはね、いつもお伝えしてる通り、目立ってるね、汚れがあったら取ってほしいんですけど、そうじゃない場合はもうそのまま使えるので、で、どうしても気になる方は軽く水洗いして、キッチンペーパーで水気取ってください。で、えのき丸々1本使ってもいいんですけど、今回は半分にします。なんで、スーパーでね、よく少量で売ってたりもするんで、同じ分量にしたい方は、それで買ってみてください。はい。そしたらこちらを半分にするだけ。半分にして耐熱容器に入れてください。そしたら先ほどのこちらやみつきのタレ入れます。今回こちらはですね、ラップとかもせずにそのまま加熱するので、えのきがね、このやみつきのタレに
ちゃんと浸るようにしてあげてください。なんでね、ラップしないかというと、まず、みりんのアルコールを飛ばすのに、蓋があると飛びづらいっていうのと、あとは、えのきからどんどん水分が出てくるんですよ。なので、すごく水っぽくなっちゃうんですね。その水分を飛ばすためにも、このまま加熱する方が美味しいタレができます。ということで、早速こちらを600ワットで2分から3分ですね、やっていきたいと思います。はい、合計結局3分加熱しました。いい感じですね。ここに、先ほどみじん切りした長ネギ入れます。したら、よくかき混ぜて、こちらでね、ナスにかける特製のやみつきタレ、完成でございます。で、こちらをね、粗熱取っといてください。では、メインの食材最後ですね。おナス。こちらをね、カットしていきたいと思うんですけども、まずね、なんで一番最後にナスの処理をするかっていうのをね、皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、やっぱ変色の防止ですね。そちらを防ぐのに、時間が経ってしまうと、どんどん、ナスって変色していっちゃうんですよ。なので、一番最後にね、調理をしたかったんですけど、プラス、このタレですね。ナスを最初に調理して、後で、このタレも一緒にね、ナスと一緒に調理するのもありなんですけども、変色がね、気になるって方は、そうじゃない方が、どんどん熱で調理していくと、それでまたね、ナスの色が変わっていっちゃうんですよ。なので、僕は分けてやってます。めんどくさいっていう方は、今の工程、逆にして、このナスを最初に作って、もうナスをね、このタレと一緒に、あえたまま加熱しちゃって、一つのね、器で作っちゃっても問題ないです。ただ見た目は、別々にした方が、めちゃくちゃ綺麗に仕上がります。はい。ということで、早速、やっていきます。じゃあ、ヘタの部分。もうこうやってやればね、簡単にヘタは取れるんで、こんな感じで。したら軽く水洗いして水気切ってください。そしたら、あとは乱切りにするだけですね。こんな感じで OK です。そしたら、耐熱容器に入れてください。耐熱容器に入れて、できるだけこの皮の方が上面に来るようにまずちょっと並べてください。そんな神経質にならなくてもいいですよ。こんな感じに表面が上に来るように並べてあげたら、米油。こちらを大さじにかけてあげてください。ここはもちろんごま油でも全然いいんですけども、米油の方があっさりします。ごま油でも作って食べてみたんですけど、もちろんコクがあって美味しいんですけど、よりあっさり食べたい方は米油をこうまんべんなくこんな風にね、表面に。そしたらかき混ぜてあげてください。表面にね、まんべんなく塗りたいっていうのがあるんで、上にしただけで、あとはもう混ぜるだけなんで。やっぱね、油とね、ナスとの相性はすごくいいんで、ここで油でコーティングしてあげて、加熱してあげることによって、変色防止にもなるし、美味しいナスが仕上がるんで、これはやってあげてください。で、さっき一緒にやっちゃってもいいって言ったんですけど、こう別々にやることによって、ナス出来上がった後に、ナスだけ取り上げて、余分な油だけはね、取り除くことができるんで、そういった意味でもね、別々に作った方がよりヘルシーにはなると思います。じゃあ、こんな感じで混ぜ終わったら、ふんわり、ラップをしてあげて、600ワットで3分加熱してあげてください。じゃあ、加熱終わったナス見ていきます。見て、一目瞭然ですよね。もうめちゃくちゃ綺麗な紫色になってますよね。こんな感じにね、すごい綺麗な紫色になるんで、そしたら、先ほどのこのタレにナスを入れていきます。もうあとはね、今入れてるんですけど、僕はあえようと思うんですけど、普通にね、もうお皿に並べて、最後タレをかけるんでもいいですよ。こんな感じでね、結構ね、油が、ほら、めちゃくちゃ残ってるんですね。この余分な油もね、やっぱ取り除けるんで、別々に調理するメリットはね、こういうところにもあるかなと思います。で、最後これ、和えます。さっきね、味見したらやっぱもうちょっと辛みが欲しかったんで、僕、やっぱ小さじ1/2分の1、豆板醤やっぱ足して、合計小さじ1にします。これ辺は皆さんお好みで。で、最後にここで、ごま油の風味を追加すると。小さじ1。ごま油の風味を追加しつつ、はい、ここに、いりごまです。こちらを適量振りかけていただければと。で、さらに、混ぜます。では、こちらで、超やべえやみつきえのきなす、出来上がりでございます。じゃあ、早速盛り付けて実食していきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。色合いがね、完璧。これ、えのきがいい味出すんだよね。いただきます。どう？いや、もう、い顔するね。
マジでうまい。またこの長ネギもいい味出してるね。うまっ。マジでご飯めっちゃ進むんだけど。ほんまにうまいな。でこれおすすめは2杯目をもうこのタレをかけて食べるっていう。そうだね。これさ、マジでうまい。このタレの部分ちょっとえのきとタレの部分とかさ、水餃子のタレとかにしたらめっちゃ美味しいと思う。最高だろうね。もちろん蒸した鶏でもいいよ、豚しゃぶでも OK だよ、そういう系だからね、ほんまにうまい。ご飯だけちょっと入れてきていいよ、ということでおかわりしてきました。ラスト。これでもうラストです。ご飯これももうラスト。これももうラストですなるほどね。ちょっといただきます。まあもちろんこれご飯にかけるだけでもいいんだけどさ、お豆腐のせてさらにこのタレかけてご飯で崩して食べるっていうのもうまいと思う。うまいだろうね。マジで生姜とこのニンニクのみじん切りがめっちゃ効いてる。マジでご飯泥棒だった。マジでうまい。ということで、本日はですね、夏にぴったりのチンするだけでできる超やべえやみつきえのきなすを作らせていただいたんですけども、まあほんとね、自分で言うのもなんなんですけども、めちゃくちゃ味がね、ほんと美味しいので、やみつきの味になってるので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思うんですけども、まあ今回はね、ご飯に合わせたんですけど、もちろんね、そうめんとかにね、合わせて食べてもいいですし、そのままでもいいですし、さっきこうちゃん言ってくれたんだけど、豆腐とかにね、乗せて食べてもめちゃくちゃ美味しいので、あとお肉だったりとかね、水餃子だったりとか、本当にね、タレが美味しいので、本当どんなのにでも合うので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思います。えのきの旨味とかもすごいんだよね、本当に。やっぱ食感もいいしね。調味料の味だけじゃないんだね。やっぱ素材から出てる味が美味しいから。そうだね。それも組み合わせですよ。はい、ということで、とっても簡単にできるので、ぜひ皆さん作ってみてください。以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。